はい、皆さんこんにちは。ミニツ開発リーダーの岩崎です。前回ですね、私の時にというか、私が話した動画がですね、ジャイロ装着したシャーシの電源の入れ方について、ご案内しましたけれども、今日はですね、そのジャイロの取説には書いてあるんですけれども、ちょっと今回ですね、初めてジャイロを使う方向けということでですね、ジャイロの調整の仕方をご紹介したいと思います。はい、こちらに2台シャーシありますけれども、前回の動画で出したものと全く同じものです。まずはですね、こちらのレディーセット、RWD の方から、ご説明します。これ前回、使ったシャーシで、MZW446 のジャイロがついているものになります。はい。でですね、こちら電源を入れていただいて、で前回ですね、のおさらいとして、レディーセットの方は電源を入れたら置くというところですね。はい、そうすると、このようにジャイロが効く状態になります。で、ジャイロの調整なんですけれども、こちらのレディーセットのジャイロ MZW446 をご購入いただくと、ちょっとこういうのがジャイロと一緒に入っているかと思います。これがですね、実はこのシャーシについているボリュームを調整するための、ちっちゃいドライバーみたいな感じになってるんですけれども、本当にちょっと見づらいんですが、このコネクターの下ですね、下にちょうどこの I 字の溝が掘ってあるボリュームがついています。でこれをですね、この付属の工具で、こう左右と回していただくとですね、左にも右にも、目いっぱい回して止まる場所があるので、今一番左止まるところまで回すとこのようにゼロになります。もう全くジャイロ効いてない状態ですね。でそれをですね、こう分かりやすいので、今一番前回の右に、止まるところまで回すと、このようにすごいいっぱいジャイロが効いて、これがマックスの状態になります。これをですね、走らせながらだいたい自分がどのぐらいの位置がいいかなっていうのを、回転させる範囲で調整すると、ジャイロの強弱が調整できるようになります。はい、こちらが、レディーセットのジャイロの調整です。で次にですね、こちらのエボシャーシとこの531を組み合わせた場合はですね、ご紹介したいと思います。EX6 とか各社ハイエンドプロポを使われている方は、すでにもうご存知だと思いますので、今回はですね、エボシャーシを 531P の送信機で動かすときに、ジャイロ調整をご紹介します。こちらもですね、前回言った通りですね、電源を入れて車体を揺らさないと。そうするとこのように一応効いている状態なんですけれども、実はですね、この KT531 もエボシャーシを動かすときにですね、ステアリングのジャイロのみ送信機から調整ができます。もともとですね、この送信機1個だけチャンネルが空いてまして、それをスロットルもしくはステアリングジャイロの調整に使うように作ったんですけれども、スロットルよりはステアリングの方が使うだろうということで、ステアリングジャイロの方を動かすようにしています。でこちらですね、左のこれはレディーセットを使う時のステアリング、デュアルレートということで高くなんですけれども、この CH4 という4チャンネル目、こちらレディーセットの時はオプションのLED ライトの点滅とかを調整するんですけど、エボシャーシーとこの白いアンテナの受信機ですね、こちらと組み合わせた場合は、ここのボリュームがステアリングジャイロの調整に使えます。でこのステアリングボリュームじゃなくて CH4 のトリムなんですけど、ちょうど上ですね、上のところにポッチがついてるんですけど、ここが一応ゼロのところになります。ちょっとこれご自分の送信機で見ていただくと分かると思うんですけど、ちょっとポッチがついてると思うんですけど、その部分が一応ゼロになります。今だから、今ゼロにしましたね。効いてないですね、ほぼ。ちょっとチーチー言ってますけど、これを例えば右全開にするとですね、このようにすぐジャイロが全開ですね。でこれですね、調整しやすいように中立の部分から左に回していただいても右に回していただいてもジャイロとしては同じように動作するようになってます。これ本当はですね、マイナスとプラスに振ると
カウンターステーじゃなくて同じ方向に切ったりするっていうジャイロもあるんですけど、そこら辺はですね調整の利便性を用いて、中立部分から右に回しても左に回しても、ジャイロの気球方向ですね、方向は変化がないということで、中立から、右もしくは左にどれぐらい回すかでジャイロのこの強弱が一応調整できるようになってます。今真ん中ぐらいまで調整するとこんな感じで動きますね。で全開にするともうほんと目いっぱい動くと。でもう一回中立に戻すとほぼというかゼロとこうなります。なので、ジャイロをですね、調整する場合は、この CH4 というところからステアリングのジャイロが、調整できますので、ぜひ活用してみてください。意外とですね、このエボシャシーと 531P の送信機を組み合わせた場合っていうのはですね、知らない方もいるかなと思いましたので、今日はご紹介させていただきました。